皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナの情勢解説です。戦況解説とともにウクライナ、ロシアの関連ニュースなども合わせてお伝えするので、この方面の情報整理などにぜひともお役立てください。それでは早速、今日取り上げる主な話題をご紹介します。今日取り上げる話題は主に3つ。1、ウクライナによる破壊工作、極東にて鉄道爆破に成功。2、ゼレンスキー大統領、ロシア軍撤退まで停戦できず。3、プーチン大統領、兵士17万人増員、軍事予算 70% 増。この3つについて取り上げていきます。まず最初に、戦争といえば軍事力のぶつかり合いを示すわけですが、戦争はそうした軍事力のぶつかり合いだけではなく、その他、お互いのスパイを使っての情報収集や破壊工作などもあります。ロシア側のスパイがウクライナ側に入るのと同様に、ウクライナの方もロシア側に対して情報戦を仕掛けており、今回はその一環の破壊工作について取り上げていきましょう。ウクライナの情報機関 SBU がロシアから中国への鉄道供給ルートをどのように破壊したか。木曜日の夜、セベロノイスクトンネルでブリヤート共和国の領土を通過するロシア連邦で最長15キロのトンネルで火災が発生した。今回の舞台は地図上において日本が映るぐらいのロシアにとっては東部地域での出来事です。中国とロシアをつなぐ鉄道路線においてウクライナ軍が破壊工作を仕掛けました。ロシアの出版物バザによると、列車には燃料タンク41個、航空燃料が入ったタンク3個、鉄金属が入った車両6台が積まれていた。バザによると、電圧異常が発生し、ケーブル類に損傷を与え、その後火災が燃料タンクに広がったという。燃料タンクの爆発は、おそらく貨物の車体下に設置された爆発装置の爆発によるものであることが判明しているという。同時に、ウクライナの法執行機関関係者は、これはウクライナの情報機関の特別作戦であると述べた。このトンネルは、ロシア連邦と中国を結ぶ唯一の本格的な鉄道接続手段であり、ロシアは特に軍事物資の輸送にこのトンネルを利用している。ロシアのバイカルアムール鉄道線では過去2日間に2本目の燃料列車が爆発した。情報筋によるとこの爆発はロシアが兵隊に利用している重要な鉄道路線を無力化するためのウクライナの情報機関による特別作戦の第2段階であった。ここまでの話として、まずはトンネルにおいて燃料等を積んだ貨物列車が爆発炎上したというのがまず最初に成功しました。そして記事は2つ目の破壊工作についても言及を始めます。木曜夜に最初の貨物列車がトンネルで爆発した後、ロシア軍は悪魔の橋を通る迂回路を利用し始めた。この悪魔の橋というのが左の写真で、地面に直接路線が引かれているわけではない。高架橋の上に鉄道が設置されています。これはまさにウクライナの情報機関が期待していたものであった。列車がこの高さ35メートルの橋を通過中に、橋に埋め込まれていた爆発装置が爆発したとウクライナ空軍関係者は語った。ロシアの電報チャンネルによると、爆発により戦車6台が火災になった。ロシアの特殊部隊はウクライナの民がロシア内のどこにでもいるという事実に慣れる必要がある。それが遠く離れたブリヤートであってもだ。とウクライナ治安部隊関係者は言う。ロシア軍がウクライナ領内に攻め入ってきて、ウクライナの国土において様々な場所で攻撃を仕掛けています。一方において、じゃあウクライナがロシアに対して攻撃を仕返したとしても、それは何ら問題のある行動ではありません。欧米側はあたかもロシアに対する反撃をするのが悪いかのように、供与した兵器についてはロシア本国を狙うなという規制をかけているわけですが、それはあくまでもロシアによる威嚇、特に核兵器による威嚇というものが欧米各国に効いている証拠です。しかし、そのような脅しがない状態でフラットに考えれば、攻撃されたんだから相手方に反撃するというのは自衛権の一種でもあり、本来何ら問題のないことです。今回の攻撃もロシアにとって非常に重要な物流ラインを断ち切るというのは、攻撃されている側としては反撃の最初の目標としても良いぐらいの話です。特にロシア国内における鉄道路線は国土が広い分だけ様々なところに警備の行き届いていない場所があり、攻撃する側としては様々なところで破壊工作をすることができるでしょう。戦争の起こっていない時においては別に守りを固める必要もないし、予備となる鉄道路線がなかったとしても問題がなかったのですが、
が、今回のようにロシアが侵略した以上、その反撃として様々な出来事がロシア国内で起こることは、ロシア自身が覚悟すべきことです。それでは次の話題。ゼレンスキー大統領、ロシア軍撤退まで停戦できずとコメントしています。ロシア軍撤退まで停戦せず、ゼレンスキー大統領。ウクライナのゼレンスキー大統領は共同通信などアジアの一部メディアと首都キーウの大統領府で会見し、ロシアがウクライナから部隊を撤退させない限り停戦に応じないと明言した。欧米では停戦を探る動きもあるが、ゼレンスキー氏は否定。中東パレスチナ情勢が緊迫し、侵攻への関心が低下していることへの懸念を示した。来年2月に東京で開かれる日本ウクライナ経済復興推進会議の成果に期待を示した。ゼレンスキー氏は、ロシア軍が撤退しないままの停戦は紛争の凍結に過ぎず、ロシアは時間を稼いで戦力を回復した後、領土を奪うため、再び攻撃を仕掛けてくると主張。ロシアは平和を望んでいないと述べた。和平協議が成立するためには、双方が和平を望んでいるというのが必要最低条件となります。もちろん、条件闘争といったものは存在するでしょうが、そもそも停戦する気がないのであれば、和平協議というのは時間の無駄と言えるものです。もちろんそうした話し合いをすることによって、どんな時でも連絡し合える環境を整備するという意味合いはあるでしょう。しかし、ただそれだけのために和平協議を開始してしまえば、これはもう終わったなと思わせるような間違ったメッセージを発信することとなりますから、あくまでも連絡のパイプを作ることと、実際に和平協議を行うこととは別のこととして考えなければなりません。そして、現在の状況から言えば、プーチン大統領が停戦を望んでいるとは全く思えません。現在行われている東部戦線の人海戦術を多用した攻勢などは、明らかにもっともっと攻め込むんだという意識をはっきりと持たせたものであり、プーチン大統領やロシアの動きは明らかにこれからも戦争を続けることを前提として戦争を行っています。そのことがわかるロシア側の動向を続けて見ていきましょう。プーチン大統領の動きとして、兵士17万人増員、軍事予算 70% 増、こちらのニュースも見ていきます。ロシア軍17万人増員、侵攻長期化でプーチン大統領署名。ロシア大統領府は、プーチン大統領が軍人を最大132万人に増やす大統領令に署名したと発表した。従来より最大17万人、約 15% の増員となる。ロシアはウクライナ東部ドネツク州などで攻勢をかけており、侵攻長期化に伴い、前線の兵員不足を補う狙いだとみられる。国防省は、ウクライナ侵攻と NATO 拡大の脅威への対応だとし、志願による契約兵を増やすと説明した。プーチン氏は昨年8月にも、軍の総定員を増やす大統領令に署名。同9月に予備役30万人の部分動員を発表した。今回も追加動員の前触れだとして警戒する見方も一部で出ているが、国防省は強制的な動員を否定した。予算についても見ましょう。ロシアで2024年予算成立、国防費7割増。ロシアで27日、すでに議会で可決された2024年予算案にプーチン大統領が署名し、予算が成立した。国防費を前年比でほぼ 70% 増額し、支出全体の約 30% を軍に配分する。ロシア政府はウクライナでの戦争遂行にこれまで以上に資源を投入。国防と安全保障の合計支出は全体の 40% 前後に達する見通しだ。来年の歳入については原油高を前提に前年比 22.3% 増加すると野心的な目標を設定している。アナリストらはこの前提が甘すぎると判明した場合、政府は法人課税の強化を余儀なくされる可能性があると指摘している。戦争が早期に終わる、もしくはもうやめたいなと思っているのであれば、なぜ長期的な計画として軍を拡大し予算を大幅に増やすといったことをしているのでしょう。特に兵士の増大は今の人海戦術に基づく多くの兵士の死傷といったものを前提としてどんどん兵士が亡くなっていくんだから、そのことを前提にしてもっともっと増やさないとなと先々まで考えていることの証拠だとも言えます。そしてそのような兵士を大量に失うということを前提にしている軍事計画がまずあって、それを支えるための予算といったものも裏付けが必要です。こちらの方もやはり早期の終戦というものを望むのであれば、このような
国家予算の 30% 以上、国内の治安維持のための予算なども含めると、全体の 40% 近くまでお金をかけるというのは、明らかにプーチン大統領が現段階で全く和平や停戦といったものを望んでいないことを自ら証明している行為だと私は思います。このような状態の時に、さあ停戦だなどと意気込むのは明らかに間違った情勢判断です。この段階で停戦を望むということは、たとえその交渉が実現したとしても、プーチン大統領にとっては、次の攻勢開始のための準備を進めるための時間に充てられてしまいます。今のような人海戦術の繰り返しというものは、非常に訓練が行き届いていない兵士たち、もしくは装備の行き届いていない中での突撃だからこそ、ウクライナ軍は反撃によって多くの打撃を与えることができています。しかし、これが非常に長い準備期間をかけた場合においては、兵士の多くに訓練が行き渡り、また装備なども整うことから、人海戦術のその威力は明らかに向上してしまいます。乏しい兵器やまともな装甲車両が少ない中での歩兵突撃などでは多くの被害が出るのですが、多くの兵士たちに装備が行き渡り、戦闘車両ももっともっと多くの部隊に配属された状態での人海戦術というのは、今の東部戦線での攻勢よりも明らかに凶暴なものとなり、ウクライナ軍にとっては脅威そのものです。そのような余裕を与えることは非常に危険なのは明らかでしょう。ここから先は選挙解説となります。解説に使う地図については、戦争研究所の発表している地図を引用させてもらっています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域。まずは東部戦線最も北側、クピャンスク戦域及びバフムト戦域の現状。ロシア軍の人海戦術により各地で攻勢が行われていますが、ピンポイントでの集中的な攻撃というよりは、様々なところで戦闘が発生しており、ロシア軍がどこかで大きく押し出してくるといった感じではありません。しかし、戦闘が各地で発生することイコール、ウクライナ軍の消耗を狙っているのが、この地域での戦いです。ただ、一番北側、クピャンスクを狙う動き、もしくは、マリンカからイジュームを狙うといった具合にして、一応大きな目標は立てられているようです。次に東部戦線、アウディウィカ戦域。アウディウィカに対しては、東部戦線で最も激しい戦いが続いており、戦いの基本的な構図は以前から変わってはいません。アウディウィカの町は3方向からの攻撃にさらされています。町の南側の陣地は、ロシア軍の攻勢に耐えて非常に堅い守りを見せています。一方で、町の南東及び北側に対しては、ロシア軍の攻勢によって、ウクライナ軍も被害を出し続けている状態です。ただ、今日の話としては、アウディウィーカの南、マリンカにおいて、ロシア軍がこのマリンカを我々が占領したんだ、解放したんだといった話をし始めました。こちらがロシア軍が来る前の2021年のマリンカの町の様子。人口1万人ほどの小さな町です。もちろんロシア軍が攻撃する前は平和そのもので、特に何の変哲もない田舎の町の一つでした。そしてこちらがロシア軍が襲来してからの町の様子。町の建物は全て破壊されました。人々の生活はもはやここには存在しません。瓦礫の中にウクライナ軍が立てこもり、この町を守り続けるという構図で戦いは続いてきました。こうした瓦礫の町となってしまったマリンカに対する攻勢は、去年からずっと行われてきており、その中で徐々にウクライナ軍が押しやられて、今になって完全に町の全体を失いつつあります。現在のところ、町の7割から8割程度をロシア軍が抑えているとされ、ウクライナ軍は町の外れの方にわずかな陣地が残るのみとなっているそうです。戦況全体に与える影響といったものはもはやここにはありませんが、しかし町一つ落ちるというこの象徴的な出来事はやはり士気としては下がらざるを得ないでしょう。次に南部戦線、ヘルソン戦域です。こちらの方はドニプロ川を渡って東岸に定着しちゃうウクライナ軍、そしてそれを追い出そうとするロシア軍の戦闘が続いています。川を渡った部隊は歩兵中心で、まだまだ装甲戦力が足りません。そこでウクライナ軍としては、川を渡っての増援派遣を日常的に行うためにも訓練を実施しています。なお、ウクライナ国内における訓練といったものも結構難しいものですから、国際共同計画として、ウクライナ国外での訓練も実施されています。例えばこれまではイギリスでの訓練が有名だったわけですが、それ以外にもフランスにおいても7000人規模のウクライナ新兵に対する訓練が行われているそうです。ロシア軍による人海戦術によってウクライナ側にも被害が出ていることから、新兵の訓練を行って
長い間前線に張り付いている兵士たちを休ませるといったことも戦いの長期化に伴って一つ重要な課題となっています。というわけで今回の動画は戦場における戦いだけではなく破壊工作という水面下での戦いも行われていることを取り上げました。特に軍需物資の輸送を妨害するためのいわゆる兵站に対する破壊活動というのは非常に重要です。例えば今回は極東地域における破壊工作だったわけですが、もっと戦場に近いところではクリミア半島とロシア本国をつなぐクリミア大橋を破壊することが非常に重要だといったことは以前から言ってきました。これは戦場に供給される物資の量が安定的なのか、それとも断続的なのかというのは戦闘力に直結する問題ですから、兵站を破壊することは非常に重要なのです。戦場の戦いを左右する要素として物資が補給されるかどうかというのは決して馬鹿にしてはいけない話なのです。例えば戦いをする上でも武器弾薬が必要ですが、それ以外においても食料は当然必要ですし、飲み水なども同じくかさばって補給が必要です。前線においては上下水道など当然ありませんから、清潔な水を飲めるというのは兵士たちの健康問題に直結する問題であり、兵站を馬鹿にした場合においては川からの水でも飲んでおけみたいなことをして多くの兵士たちが腹を壊すなんていうことにもなりかねませんし、不衛生な状態が続いてしまうと病気などの感染症なども発生してしまいます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。このチャンネルでは情報の整理整頓に役立つような情報を随時取り上げています。ぜひともこのチャンネルの動画を役立ててください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。